皆さんこんにちは。今私は中国北京の首都国際空港にいます。こちらの画像はプライオリティパスでも入れますエアーチャイナのファーストクラスラウンジになります。北京トランジットにした理由は、北京の天安門や故宮も一度見てみたいなという理由からでした。またエアチケットも乗り継ぎで行くと安い場合がかなり多いです。レガシーの航空会社よりも半額ぐらいで行けるチケットもあります。日程に余裕のある方や安く飛行機に乗りたい、もしくは途中中国でトランジットで旅行を楽しみたいという方には最適かと思います。中国トランジットは利点ばかりでなく欠点もあります。一つはやはり中国語しか通じない、英語があまり通じづらいというところと、あまり積極的ではない、乗り換えにですね積極的ではないように感じます。エアチケットの安さを求めてトランジットであれば韓国のインチョン空港の方がいいかもしれないですね。これは個人的な私だけの意見ですので、どちらがいいというのは皆さんで決めていただければいいと思います。それから携帯電話なんですけれども、日本のキャリアですと中国に一旦入ってしまうと VPN というものがないと海外のサイトがつながらないんですけれども、アハモはですね、私は14日間中国に滞在したことがあるんですけれども、アハモはなぜかですね VPN なしで普通に海外のサイトを Google ですとか YouTube が見ることができました。東南アジアですね、ベトナムのホーチミンですとかハノイですとかタイのバンコクですとか、直行便で行こうと思ってエアチケットが高かった場合はですね、経由便というのもありますので、時間に余裕のある方なんですけども、経由便というのもご検討はいかがでしょうか。私はエアチケットを探すときにトリップドットコムさんのサイトで見ながら比較検討しています。実際エアチケットを買うのもトリップドットコムさんから購入が多いです。ということでですね、私が何を言いたかったかっていうと、マレーシアのクアラルンプールまでは航空券が結構高いんですね、直行で行くと。そのため経由便はいかがでしょうかというためにですね、ここまでの動画を作ってみました。次からは本題のマレーシアのクアラルンプール国際空港についてです。初めて私も行ったんですけれども、非常に大きい空港でですね、KLIA の1、ターミナル1と KLIA の2という、ターミナル2というのがあるんですけれども、ターミナル1の方は通常のレガシーの航空会社が多いです。ターミナル2についてはエアアジアですとかスクートはターミナル2につきます。初めてクアラルンプール国際空港に到着した方は迷ってしまうと思いましたので、私の方で動画にしてまとめてみました。当初私もベトナムのホーチミンの空港ぐらいなのかなってちょっと思ってたんですけども、全然甘くてですね、すごい広いんですね。それでこの動画を作って皆様と共有した方がいいなと思いまして動画を作っています。はい、今ちょうどですね、中国北京の北京首都航空をエアチャイナでフライトしている画像になります。北京首都航空からクアラルンプール国際空港までは6時間40分のフライトです。費用は67,990円と比較的安く行けました。帰りは上海経由ですが往復のチケット代です。北京からマレーシアまでは6時間40分って長いなって今動画を作って思ってたんですけれども、日本からマレーシアクアラルンプール空港の方が7時間50分ぐらいで1時間ほど長いんですね。やはりエコノミークラスのですねフライトは4時間以上を超えると辛いですね。途中でトイレに行ったりですとか、運動しながらエコノミー症候群にならないようにですね、皆さんも対応してみてください。4時間以上座ってるとちょっともう腰とかも痛くなりますし大変ですね。
はい、そうこうしているうちにですね、クアラルンプール国際空港に到着しました。森の中の空港の中の森をコンセプトに黒川紀章さんが設計して、大成建設さんや竹中工務店さんが施工した空港になります。私が降り立ったのはメインターミナルの KLIA の1ですね。ターミナル1の方になります。これが降りたらですね、非常に長いんですよ。で、ここのウェルカムトゥマレーシアって書いてありますので、こちらを降りたら入国審査なのかなと思ったんですね。そうしましたら、入国審査はさらに先でですね、こちらをこう歩ってって入国審査会場があるのかなと思ったら、ここからまたバスに乗るんですね。バスもですね、全員を乗せてっていう形じゃなくて、定期的に巡回している、定期的な香港空港とかでいう列車みたいな役割をこのバスは果たしています。時間が来たらすぐ出ちゃうっていう形で、多分たくさん出てるんだと思うんですね。はい、でようやくですね、入国審査のところに来て、この上にですね、日本国旗がこうついてたんで、右側ですよって書いてあったんですけども、実際はですね、みんな外人は同じ場所でした。私が入国したのは2023年の11月の22日でしたので、まだマレーシアのデジタル入国カードは対象外でした。パスポートのみを提示してですね、どこから来たんですかって聞かれたので、日本からですよっていうふうに言ったらですね、もう5秒ぐらいでハンコをポンって押してくれて入国できました。2024年1月からですね、到着3日前以内にデジタルアライバルカード登録が義務化されているようですので、詳細は概要欄に貼り付けておきますので、そちらをご覧になってください。こちらがですね、クアラルンプール国際空港の出口ですね。荷物を取った後の出口になります。私が到着したのは深夜11時ぐらいでしたので、変なですね、タクシーの、呼び込みみたいな方っていうのはほとんどいなかったですね。出口に行くとちょっと軽めの勧誘はありますけども、他のアジアの国よりもマレーシアはちょっと優しい感じでしたね。空港を出てですね、すぐ左手に両替所がありますので、私は1万円だけですね、こちらで換金しました。はい、で到着ホールはですね、3階に到着します。でエレベーターでもエスカレーターでも1階がですね、 KLIA2 の無料のですねバスが出てます。無料のバスでターミナル2に行けます。なぜターミナル2に行くかというとですね、トランジットホテルがターミナル2にあるからです。で気をつけていただきたいのは、同じようなトランジットホテルがですね、空港内にもあるんですね。で私はちょっと知らなくて、空港内のホテルを取ってしまって、残念ながら空港内ってもう空港に出てきちゃってる後なんで、キャンセルするような形になりました。はい、第1ターミナルと第2ターミナルの間はこのようにバスが15分間隔ぐらいで出ていますので、このバスに乗ってですね、またこのバスも離れてるんですよね。極端に言うと10分ぐらい乗るようなイメージなんです。1回空港第一を出て高速道路を出るんですね。多分これ高速道路だと思うんですけども、で大げさに言うと10分かかるかかからないかぐらいで第2ターミナルに到着します。はい、またこちらの画像は第1ターミナルになります。両替所のご説明をしたいと思います。1回出てこちらがですね、左手にある両替所です。こちらは右手にある両替所ですね。右手にある両替所は深夜閉まってましたので、左手にある両替所に行かれた方が深夜はいいかと思います。次に皆さんとして重要なのはエアポートエクスプレスだと思います。エアポートエクスプレスは荷物置き場を出てですね、背中にして右側にあります。エレベーターとエスカレーターどちらでも行く方法はあるんですけれども、エレベーターに乗られた方が確実に分かりやすいと思います。
エスカレーターはですね、こう一回行ってまたぐるって回ってみたいなちょっと紛らわしい作りをしていますので、エレベーターに乗られてですね、1階まで降りていただきますと KLIA エクスプレスと KLIA トランジットというですね列車に乗ることができます。はい、こちらが1階にあります KLIA エクスプレスと KLIA トランジットの列車の乗り場になりますね。次にご紹介したいのはバス乗り場ですね。第1ターミナルと第2ターミナルを結ぶバスとはまた違うバス乗り場になりますので気をつけてください。こちら側の2階をですね、まっすぐこういう風に行きます。はい、こちらを直進していただいてですね、左手に曲がって1階に降りていくような形になります。ちょっと時間が普通にやっていくと20秒ほどかかってしまうので、途中カットして1階まで飛ばすようにしますね。はい、エスカレーターを降りますとバス乗り場になります。こちらがチケット売り場ですね。で、こちらがバス乗り場になります。注意していただきたいのは、ターミナル1からターミナル2に行くバスはこちらからは出ていませんので注意してください。次にご紹介したいのはタクシーとグラブ乗り場です。また同じですね。バーガーキングのところ、荷物置き場を出てきて、何も考えずそのまま直進しますと、はい、こちらがクーポンタクシーというタクシーのようです。料金が最初から行き先によって決められているようです。こちらの買い方等も詳しく説明しているサイトがありましたので、概要欄に貼り付けておきます。はい、次に紹介したいのはですね、グラブの乗り場と第1ターミナルから第2ターミナルに向かう連絡バスの乗り場ですね。こちら荷物置き場を左にして左側の方をですね、こうやって歩っていきます。クアラルンプール国際空港はですね、非常に広いのでやっぱり分かりづらいんですね。どうしても広すぎて初めて行くと分かりづらいので、概要欄にタイムスタンプを貼り付けておきますので、必要なところだけ見ていただければいいかと思います。全部見る必要もないですね。はい、それから倍速にしたいんですけれども、見ている方で倍速ですと気分が悪くなってしまいますよという方もいますので、倍速はせずに、倍速で見られる方は自分で申し訳ないんですけれども倍速にしてみてください。空港のエスカレーターもですね、ちょっと効率の悪い作りになって、一回ぐるーって回ってまた下の階に行くような形になっています。はい、こちらが4番でですね、1階の4番になります。こちらでグラブのピックアップができます。また第1ターミナルから第2ターミナルまで行きます無料のシャトルバスもこちらから出ています。次にご紹介したいのは ATM ですね。お金を下ろしたい場合ですけれども、また荷物置き場ですね、空港を出て今度は右手にあります。右手をちょっと行ったところにですね、ATM が3台ほど置いてありますね。
はい、こちら JCB も使えるようですね。通常ビザだけ使えるところって多いんですけれども、こちらの機械では JCB も使えますよという表示は出ていました。次は携帯電話の SIM カードになります。 SIM カードは空港の出口を出て左すぐにありました。こちらになります。次はですね、第1ターミナルから第2ターミナルまで無料のシャトルバスで第2ターミナルまで行ってみたいと思います。先ほどの1階の4番出口を出てですね、またここ道を渡るんですけれども、左右を見ていただいて、安全を確認していただいて無料シャトルバスに乗ってください。このバスに乗りますと第2ターミナルまで無料で行くことができます。はい、ここはですね KLI2、トランジット2のですねターミナルのホテルの荷物、ここがホテルなんですけれども、このホテルからチェックアウトして第2ターミナルをいろいろ探索してみたいと思います。こちらはターミナル2の1階になります。1階にトランジットホテルがあります。そして第2ターミナルはですね、こちらのエスカレーターを上って2階に空港のエアポートエクスプレスがあります。そちらのご案内をしたいと思います。こちらですね、2階に KLIA エクスプレスと書いてありますので、またこの長いエスカレーターをですね上って KLIA のエアポートエクスプレスに乗るようにします。はい、第2ターミナルの方がですね、お店はたくさんある感じでしたね。食事のできるところがたくさんあったりとか、ユニクロですとかファミリーマートですとかセブンイレブンですとかいろいろありましたよ。はい、第2ターミナルから出発で第1ターミナル、そして都心部というか中心部の方に向かって行くような形になります。はい、こちらはクレジットカードで購入できる券売機になりますね。シングルトリップ1名カードを入れます。カード入れました。ここだ。チェックしてください。55リンゲット。はい、で私が悩んでるのはですね、左上に薄くなってコンフォームペイメントっていうところがあるんですけれども、そこも押さないと買えないんですね。でコンフォームペイメントを押して、ここで暗証番号のところはカットしてるんですけれども、暗証番号を押してで押し終わったら自分のカードを取り出すような形になります。チケット出てきた後、大きな独り言で喜んでますね。チケットなんとか買いました。窓口がですねこのように混んでますので、窓口のすぐ横のカードが使える券売機で購入した方が楽かもしれませんね。ちょっと買うのに戸惑うかもしれないんですけれども、
はい、こちらが先ほど私が購入しました自動販売機の券売機になります。こちらで買いました。買い方はこのように1234って、英語ですけど書いてありますので、この英語を読めばわかると思います。はい、それで先ほど購入したチケットにですね、バーコードがついてますので、バーコードをかざすと入ることができます。はい、で今私は KLIA の T2 ですね。でこのままずっと行きまして、ケールセントラルまで行きます。いかがだったでしょうか。マレーシアのクアラルンプール国際空港なんですけれども、非常にですね広くてちょっと難しいんですね。最初来た時非常に難しいので、私の方も半日ぐらいかけてですねこの調査をしてみました。ちょっと分かりやすいように説明したいんですけれども、もともとがちょっと分かりづらくて非常に空港が広いんでですね、こちらの動画を見ていただいて軽く練習していただいてからですね、マレーシアのクアラルンプール国際空港に来ていただければいいかと思います。全体をですね説明しようと思いますと1時間ぐらいかかってしまいそうなので、皆さんに共通してご利用いただけるような共通点のところのみご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。今回の動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録、コメント、いいねもよろしくお願いします。この動画が皆様のお役に立てれば幸いです。それでは皆さん、動画のご視聴ありがとうございます。また皆さんに次の動画でお会いできることを楽しみにしています。ご視聴いただきありがとうございました。